日はサラダ巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサラダ巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回はお寿司の中でもね、人気のあるサラダ巻きを作っていきたいと思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料からご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩。こちらの材料で寿司飯を作っていきます。今回お米は1合分で炊き上がりのグラムは約 350g です。そして使用するお酢はこちら今回米酢を使用していきます。こちらは穀物酢でも OK です。米酢を使うとコクが出てまろやかな仕上がりになります。穀物酢はどちらかというとね、さっぱりした仕上がりになります。なのでお好みの方をチョイスしてみてください。続いて中に入れる卵焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、お砂糖、お醤油、みりん、そして焼く時にサラダ油を使います。はい、ということで卵焼きはね、こちらの材料で作っていきます。卵1個だと結構ね、作りにくいっていう方もいらっしゃると思いますので、もし作りにくい時は卵を2個にして、こちらの調味料を倍量にして作っていただくといいかなと思います。ちょっとね、卵焼きが余ると思うんですけれども、その時はね、おかずなどで使ってください。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。焼き海苔、きゅうり、カニカマ、ツナ缶、マヨネーズ。こちらの材料で作っていきます。海苔はですね、こちら1枚海苔を使っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに寿司飯を作ります。まず合わせ酢を作りましょう。器にお酢、そしてお砂糖、そして塩。これを混ぜましょう。だいたいね、8割ぐらいお砂糖が溶ければ OK です。そうしましたら熱々のご飯に先ほど作った合わせ酢を回し入れます。そして手早くね、切るように混ぜていきましょう。で、ご飯はね、少し固めに炊いてください。そうすると合わせ酢を合わせた後に程よい硬さの寿司飯になります。はい、 OK です。このようにしっかり混ざったら少しね、ボウルの中で広げて、乾燥しないように上に濡れ拭きかまたはキッチンペーパーをふわっとかぶせてこのまま粗熱を取ります。では続いて中に入れる卵焼きを作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐします。そして溶きほぐしたらここにお水、お砂糖、お醤油、そしてみりんを入れます。これをよく混ぜましょう。で、お砂糖のシャリという感じがなくなれば OK です。そしたらですね、こちらの卵液を一度こします。そうすると仕上がりがとても綺麗になります。ではこします。はい、 OK です。で、一度こしていただくと混ぜた時にできてしまったこういった気泡も取り除くことができます。卵液の準備はこれで OK です。それでは今から焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を薄く敷きましょう。で、これで伸ばします。そして火にかけます。火加減は中火でフライパンをだいたい30秒ほど温めてください。卵焼きを焼くときはこういったね、ゴムベラを使っていただくととても作業しやすいと思います。はい、で今30秒経ちました。そしたら一度ね、菜箸に卵液をつけてジュッとやります。で、この時に卵がすぐ焼ければ OK です。では卵液を流し入れましょう。はい、でフライパン全体に卵液を伸ばします。こんな感じ。手前から奥からどちらでも OK です。やりやすい方で OK なので、こうやってくるくるくるっと巻きます。で、そしたらこの空いた部分にサラダ油をね、塗りましょう。で、サラダ油を塗るときはどんどんフライパンが熱くなっちゃうので、火から離して塗るようにしてください。そしてサラダ油を塗ったらまた戻して卵液を流し入れます。はい、で今度はこの卵の下にもね、卵液を流し入れてください。でこのように半熟ぐらいになったら奥から手前にくるくるくるっと巻いていきます。コロコロコロと転がしてください。そしたらまた奥にコロコロコロと戻します。そして空いてるところにまたサラダ油を塗ります。でこの作業を卵液がなくなるまでやってください。でもし途中で焦げそうな時は火加減弱くしていただいて OK です。では残りも同じように焼いていきます。はい、巻き終わりました。で巻き終わったら角で形を整えます。卵焼きはこれで OK です。
そしたら火から下ろしてください。卵焼きをお皿に出します。よいしょ。そしてキッチンペーパーでくるみます。でこうやってねちょっと形を整えて、このままキッチンペーパーに包んで粗熱を取ります。続いて卵焼きを切ります。卵焼きはまず半分に切って、でまた半分に切ります。はい、こんな感じに切ってください。卵焼きはねこの海苔の幅に合わせると少し足りないので、1本は半分に切って使います。はい、こんな感じです。で卵焼きはですね1本余るので、余ったものに関しましてはそのまま召し上がってください。続いてツナマヨを作ります。でツナ缶はですねオイルまたは水を切って、でマヨネーズを入れます。そして合わせましょう。はい、ツナマヨの準備はこれで OK です。続いてきゅうりです。きゅうりは両先端のヘタを切り落とします。あとはですねこの海苔の幅に合わせて切ります。ちょっとずつですね。で幅に合わせて切ったら今度はね縦に切ります。でまた半分に切ります。はい、で今回ね2本だけ使うので、残りはですね野菜スティックなどで召し上がってください。それでは巻きすを使って巻いていきます。で巻きすを使う時はこの紐が出てる方が自分と反対側奥の方ですねに持ってきます。ここに海苔をのせます。そしてすし飯をのせましょう。このすし飯なんですけれども、巻き終わり1センチから 1.5 センチぐらいですね。そのぐらいは開かせておいてください。すし飯はね薄めに敷きましょう。はい、このようにまんべんなく広げてください。ご飯の厚みはねこのぐらい、ちょっと薄めかなに敷いてください。それでは具材をのせていきます。まず卵焼きで、具材をのせるときは手前5センチぐらい開けてください。続いてきゅうりです。そしてカニカマをのせます。カニカマもこうやって3本ぐらいですねのせてください。最後ツナマヨをのせます。たっぷりのせてください。はい、 OK です。それでは手前からまずクーッと一折りします。クッと。でこの時点で一度キュッキュッキュッと軽く押さえてください。で押さえたら最初の巻き始めのところをクッと上げて、このまま巻き始めのところを奥に引っ張っていきます。くるくるくるーっと。はい、で巻き終わったらクックックと押さえつけましょう。そしてくるーっと外してちょっとずらして手前にまた置きます。そしてくるくるくるーっとね巻き直しましょう。はい、こんな感じです。でこれを輪ゴムで留めます。はい、こんな感じです。このまま10分ほど置いてなじませます。では残りも同じように巻いていきます。はい、10分経ちました。それでは輪ゴムを外します。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってますね。切り方はですね食べやすい大きさとか、あとは形で切っていただいて OK です。では切っていきます。で切る時は包丁を軽く濡らしていただくと綺麗に切れます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。では残りも同じように切っていきます。はい、これでサラダ巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。であとはねこのように斜めに切っていただくとコンビニ風のサラダ巻きになります。切り方はお好みで切ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。ではねちょっとお醤油につけていただきます。いただきます。全体の具材のバランスがとても良くてすごく美味しいです。そしてこのすし飯の硬さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサラダ巻きのポイントです。まず寿司飯を作る時のポイントです。寿司飯を作る時は必ず熱々のご飯を使うようにしてください。そしてご飯はですね少し固めに炊いていただくと仕上がりがちょうどいい硬さになります。そして今回ね具材にはカニカマ、ツナマヨ、きゅうり、卵焼き、この3種類入れました。まず卵焼きなんですけれども、今回卵1個で作ってます。ただねこの1個で作るのがちょっと難しいなっていう時は卵を2つ
つにして調味料も2倍量にして作っていただいても OK です。そうするとねちょっと余ると思うので、その場合はそのまま召し上がっていただくか、またはお弁当などに使っていただくといいかなと思います。そしてツナマヨなんですけれども、こちらはねマヨネーズの量はお好みがあるかなと思いますので、調整して作っていただいて OK です。そして巻く時のポイントです。まず海苔を準備して、その上にご飯をちょっと薄めに敷いてください。でここでポイントなのが、巻き終わり1センチぐらいはご飯を乗せないようにしてください。そうすると巻き終わりが綺麗になります。あとはですね、手前を5センチぐらい開けて、そして具材を並べてください。で並べ方はですね、最初に棒状の具材を下に並べて、その上にツナマヨを乗せていただくと綺麗に仕上がると思います。そして巻く時はですね、一回クッと一巻きして、一巻きしたら軽く握ってください。ここで握りすぎると具材がビュッと飛び出てしまいますので、本当にねちょっと形を整えるぐらいで OK です。そしたら片手で巻きすをスススーっと奥に引っ張ってください。そうすると簡単に巻くことができます。そして巻き終わったら一度ね巻きすを外して、サラダ巻きを手前に戻して、そして巻き直してください。そして切る時はですね、包丁を少し濡らしていただくと綺麗に切ることができます。ぜひこちらもやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はサラダ巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。